皆さん、メタバースからこんにちは、ゆかです。今年の3月に東京に行った時にも少し動画でお話ししたのですが、今年はメタと一緒にいろいろなプロジェクトをやってきました。今のところ大きく2つのプロジェクトに関わっていて、1つは AR の教育です。メタは次世代 XR クリエイターの育成のためにイマーシブラーニングアカデミーという AR や VR のコンテンツ制作のスキルを身につけられるプログラムを日本でも展開していて、私もその AR のオンラインカリキュラムに出演しました。そちらもね、リンク下に貼っておくので AR 興味ある方はぜひチェックしてください。もう一つはクリエイトフォワードというイマーシブメンタリングプログラムです。これはメタが持っている DEI に関する教材を使いながら VR 空間の中でセッションが行われたプログラムです。なのでまさにね、こういう感じでホライゾンワークルームを使っていろいろとセッションをしました。DEI っていうのが何かっていうと、ダイバーシティ、多様性、エクイティ、公平性、そしてインクルージョン、包括性の略で、すべての人々、特にアイデンティティや障害に基づいて歴史的に過小評価されてきた、または差別を受けてきたグループの公正な扱いと完全な参加を促進しようとする組織の取り組みです。でね、このような取り組みやマインドセットは日本でも最近はね、いろいろな企業で取り入れられ始めていると思いますが、クリエイターやデジタル広告の文脈で今回のプログラムのように体系だって考えられることができるプログラムはかなり希少なんじゃないかなと思います。で、数ヶ月にわたってセッションが行われて、最初のキックオフはリアルで東京のメタオフィスで他の参加者の方と顔合わせしたんですが、それ以外はすべてこちらのメタクエスト2の VR 会議アプリを使ってセッションが行われました。で、他の参加者はクリエイターが私を含め数名と、多くの方が広告代理店とか事業会社で XR に関するお仕事や DEI に関するお仕事をされている方で、日本の DEI を牽引するような方々ばかりだったので、そんな方々と一緒にいろいろとディスカッションができてとても有意義でした。今日はクリエイトフォワードで学んだ内容を皆さんに紹介しつつ、皆さんの生活の中でもやっとしたことを言語化したり、仕事や趣味で作り出すものによって意図せず誰かを傷つけることがないようにするために役立つといいなと思っています。いろいろとね、横文字とか馴染みのない言葉がもしかしたら出てくるかもしれないんですが、なるべく補足をしながら話していこうと思います。ちょっとじゃあリアルに戻りましょう。はい。ということで、現実に戻ってまいりました。セッションごとにちょっといろいろまとめつつお話ししていきたいんですが、まず一つ目はビヨンドバイアスというセッションをやりました。これはですね、メタが社内の中で開発して使っているいろんなことの考え方の基礎となるような偏見に気づいたりとか取り除くためのフレームワークです。消費者としていろいろ見ていたり、ツイッターとか見ているとよく炎上しているのを見かけますよね、広告とかで。どうして世の中に出るまでに誰も何も言わなかったのみたいな広告がよく世間に出ちゃってますよね。偏見を助長するような内容だったりとか、差別的な内容が入っていたりとか、そういった内容がね、広告に出てしまうことって結構よくあると思います。簡単に SNS に誰でも投稿できるこの時代なので、マーケティングに関わる人だけじゃなくて、クリエイターでもそういったコンテンツを作ってしまう可能性が少なくありません。これって大丈夫かなとか、ちょっと心配だなとか、誰かにチェックしてもらいたいなみたいな感じで思った時に、このビヨンドバイアスの考え方とかフレームワークを使って一回思考実験してみるだけでも考えを整理することができると思います。まずね、ビヨンドバイアスには5つのカテゴリーがあります。まず1つ目は固定概念、ステレオタイプを助長してしまっていないかのチェックです。広告だったらクリエイティブのアイデアをレビューするときに、このカテゴリーのお決まりパターンみたいなのあったりしますよね。で、このプロジェクトはその型をいかに破ることができるのかみたいなことを考えてみるということができると思います。次に多様性に富むいろんな人がオーディエンスにいるということを考えて、その人たちの立場に立ってみたときに、阻害されている人が出てきてしまっていないかということをチェックします。で、もしできていなかったら、
もっと調査の幅を広げて、いろんな人にヒアリングするとか、アンケートを取るとか、そういったことで、よりいろんな人の意見を取り入れることができないかっていうことを考えてみます。次に、一昔前に戻ってみて、自分が30年前、20年前のマーケターだったら、この広告の企画に対して、どんなソリューションを考えるか、ちょっと自分で、ロールプレイじゃないけど、そんなことをしてみるという思考実験です。なんか昔だったら、こういうのあったよね、みたいなことをあえて考えてみることで、その延長線になっちゃってないかっていうことをチェックすることができます。そんな昔のことを考えることによって、その現代版って何だろうということを考えてみます。次に、クリエイティブのいろんなストーリー、CM とかだったらストーリーというか動画とかがありますよね。その動画を一箇所スクショしてみたときに、そのスクショだけを見て何か文脈とは違う何か誤解を生んでしまうことが起きないかっていうことをチェックします。よくなんか切り取らないでくださいみたいな感じで炎上しますけど、あえて切り取ってみて大丈夫かチェックするというプロセスですね。で、5つ目がブレストに関わっていない人で、その企画チームとかの属性じゃない人とか、なんか第三者にその企画をちょっとチェックしてもらうということをしてみます。こういったステップを踏むことによって、なんか全然考えてなかったみたいな、その発想なかったみたいなブラインドスポットがなくなっていくと思います。この考え方って、その広告クリエイターだけじゃなくて、普通の一般の人として、なんか頭の中にこういったフレームワークを持っていると、なんかモヤモヤするな、みたいな、と思った時に、なんでモヤモヤするんだろうっていうのを、考えを整理するのに役にも立つと思うんですよね。なんか他の人になんでこれがちょっともやるのかみたいなのを説明するときに、このフレームワークに当てはめると、ここの部分に引っかかるよね、みたいなことを話せるんじゃないかなと思います。実際にディスカッションでは、その参加者の皆さんといろいろと具体的な炎上した広告とか、そういうのを見て、これってなんでダメだったんだろうとか、どうやったらもっとよくできたんだろうっていうことを考えたり、逆にそのクリエイティブな発想で、とてもいい広告の例を挙げて、これってこうだから良かったよね、みたいなディスカッションをすることができました。こういう話をすると、じゃあ何もできないじゃん、みたいな感じになるかもしれないんですけど、これを踏まえた上で攻めたコンセプトを考えることももちろん可能です。広告の人とかクリエイティブの人は、そういったその工夫の部分こそがクリエイティビティの発揮しどころなんじゃないかなと思います。次のセッションはクリエイターセーフティについて話しました。これはブランドとクリエイターがタイアップ広告を作るときの事例というか、そういったことが前提になっているんですが、先ほど私が炎上するっていう話をしましたが、炎上って差別的なことを指摘するっていうような炎上もあれば、ネットの炎上にはなんか他の意味もあって、差別的なことやヘイトコメントが一人のクリエイターとかタレントに集中してしまうっていうような炎上とは言わないかもしれないけど、なんかそういったちょっといじめみたいなことも残念ながら起きますよね。万が一タイアップ広告にヘイトが集まってしまった場合、ブランド側としてはどのような対応をすべきなのかっていう話です。そういったこともね、事前にクリエイター側とブランド側が握っておけると、すごく安心してプロジェクトを進めることができますよね。で、インスタグラムもそうだし、YouTube もそうだし、いろんなSNS プラットフォームで自動で誹謗中傷を検知したりとか、通報したり、コメントをオフにしたりとか、いろいろと安全に使う方法がもう機能としてあるので、そういった機能を活用することも大事ですし、クリエイターに寄り添った声明を出すとか、そういった風に一緒にプロジェクトを進めてきたクリエイターを守り抜くスタンスみたいなのをブランド側が持っていると、すごく安心ですよね。個人的にはね、そういう経験は今のところないんですが、最近アメリカのトランスジェンダーのインフルエンサーの方がブランドタイアップをして、その広告とかにすごい誹謗中傷が殺到してしまった時に、ブランド側が全く守ってくれなかったっていうことがあって、結構それで、炎上というか、話題になっていました。こういう事例があるとすごくブランドのイメージも悪くなるし、なんか結局人気だから使ったけど守る気はないんかいみたいな感じになるので、そういった事例とか、私が知ってるアメリカでの事例を皆さんにシェアしたりとか、私はクリエイター側の立場
から物事を見てると思うんですが、他のその広告側の方はブランド側の立場でいろいろと物事を見ていらっしゃると思うので、そういった話をしてディスカッションしたりしました。次はアクセシビリティについての話でした。このチャンネルではアクセシビリティについての動画いろいろと出しておりますが、自分が当事者じゃなくても、視聴者さんが当事者の方がよくね、コメントをくださるので、すごく勉強になってありがたいです。で、一言で障害と言っても、いろんなタイプや程度がありますよね。アクセシビリティを高めることによって、より多くの人がコンテンツを享受することができるようになります。広告とかコンテンツの分野で言うと、テキストを読みやすくするとか、アクセシビリティのためにプラットフォームに備わっている機能を使うとか、いろいろな角度から改善することができると思います。また AR や VR におけるアクセシビリティについても今後考えていく機会が増えそうです。特にモビリティに障害を抱えている方にとって、VR などの技術を使って現実世界ではすることが難しいことが簡単にできるようになったりとか、テクノロジーが役に立つ分野ですよね。こういった場面でもいろんなインプット方法に対応したりとか、音やビジュアル一つだけに頼らずにいろんな知覚で体験できるようにするっていうような工夫をする余地があると思います。そして最後のセッションがバーチャルインフルエンサーについての倫理的な考え方というとても面白いトピックでした。バーチャルインフルエンサー皆さん知ってますか？なんかフォローしてる人とかいますかね？私もね、何人か多分バーチャルインフルエンサーフォローしているアカウントがインスタであると思うんですけど、バーチャルインフルエンサーといえばほとんどの場合 3DCG で作られたモデルのようなキャラクターでブランドとタイアップするとか、インフルエンサーのような活動をするっていう、バーチャルのモデルみたいなのが私はパッと思い浮かんだんですが、他にもいくつかのパターンがあります。リアルな人間により近づけようとしていて、写真を見ただけでは CG だと気づかないようなリアル感のあるインフルエンサーっぽい人もいるし、人間ではない架空の生き物の造形になっていて、インフルエンサー的な活動じゃなくて、どっちかというとなんかキャラクタービジネスみたいなことをしているようなアカウントもあります。最近はその見た目がすごくリアルで、本当なのか見分けがつかないみたいな部分に加えて、AI の技術がすごく発展してきているので、より倫理の議論が複雑化するんじゃないかなと思っています。バーチャルインフルエンサーの領域にも考えるべきフレームワークみたいなことを提示してくれていて、それをもとにディスカッションしました。クリエイターとして何かを表現する際に意図せずでも誰かの搾取になっていないかっていうのを考えるきっかけになると思います。ということでちょっと長くなってしまいましたが、個人的にも大事にしていることだったり気になっていることに関する話題が多かったので、クリエイトフォワードで学んだ内容をぜひ皆さんにもちょっと知ってほしくて動画にしてみました。もうテクノロジーがね、毎日毎日目まぐるしいスピードで進化しているけど、それに伴って倫理的な部分とかカルチャーへの影響だったり、クリエイターを守ること、そして全ての人がアクセスできるようにするということを同時並行で議論していかなければいけないと思っています。クリエイトフォワードはホライゾンワークルームスを使っていたので、半年にわたって普段はアメリカにいるので、私はニューヨークにいつつ、他にも LA にいる人がいたり、ほとんどの方東京にいらっしゃったんですけど、距離的にはすごく遠いところにいるのに、同じ部屋にいるようにディスカッションしたりとか、座学的な感じで並んでプレゼンテーションを見たりとか、グループに分かれてディスカッションするっていうような機能もあるので、そういったことをして、少人数で話したりとかっていうことがすごく自然にできました。やっぱりね、なんかビデオ会議とかよりも、なんかすごくその場にいる感があるので、結構ね、自然に話し合いがしやすかったかなと思います。ワークルームズについての詳細や、私が出演しているイマーシブラーニングアカデミーについての詳細は、概要欄のリンクからチェックしてみてください。ということで、ちょっと難しめの話題でしたが、皆さんの役に立てばと思います。感想や質問がありましたら、ぜひぜひコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。